はい、皆さんこんにちは。おはようございます。そしてこんばんは。宮城県で弓を引いている47歳のおっさんです。皆さんお元気でしたでしょうか？今回の動画なんですけれども、弓道においての大敗の部分ですね。作法の部分、ここのところを今回題材に動画を作ってみました。今回の動画では主に体さばきの方のご説明をしてまいりたいと思います。おっさん、今本座から立ったところですね。ここから1歩2歩3歩で車位の一歩手前ぐらいにですね、位置しましたら、反則引きましてこのように座ります。そしたら裏はずを目線の位置まで上げまして、このように90度返りますね。帰り方も少し見ててくださいね。で、弓をこのように立てて、下の方をつるを中心に回してですね。で、そして矢を組みます。そして羽を見ます。鞘を取ります。顔を戻します。そして鞘を、撫でてはずをつるのところまで持ってきます。そしたら、音矢を立てて、薬指と小指の間に挟みます。おっさんは冷射系なのでこのようにやります。そして立つときは両足の膝をくっつけてですね、男性の場合は、握り拳一つ分キザの時に開けているはずでございます。女性はね、締めているんですよ。ですから女性はあえて締めることはせずに、男性は両足を締めて、そして腰を切るという感じですね。で、今の動画のところではおっさんもう足踏み終わってしまいましたけれども、冷射系と武者系では足の踏み開き方が異なります。あと取り矢の仕方も、これはね、冷射系も武者系も同じなんですけれども、掛けの違いですね。三つ掛け四つ掛けで、その作法の方法が異なりますので、その点皆さんご注意ください。これからですね、おっさんは打ち起こしに入っております。射法八節は足踏み、胴作り、湯構え、打ち起こしで、今これ、第3なんでもここ引き分けですね。第5節まで来てしまいましたね。で、ここから、ゆっくり引き分けてきまして、はい、ここで回でございますね。回は、射法八節の第6節ですね。ここから、よく、詰め合いまして、よく伸び合って、そして気迫の充実、気合の充足というのを、かけます。離れの瞬間まで、一歩も気が抜けない状態ですね。とにかく集中して、初につなげるという、そういう感じでございます。はい、離れ、ここが第7節、そして斬新ですね。これで、射法8節です。で、ゆっくりこの通り、湯倒しをしまして、物見を返しまして、一歩早の場合は一歩下がるぐらいのところへ、足を揃えまして、このように座ります。そして音矢を、持ち直すんですけれども、この時にね、左膝、浮かしてですね、腰を生かしましょう。そしたらあとはだいたい同じですね。作法的には同じです。つるを中心に回して、で、音矢を取りかける準備ですね。払って、つるのところまで持っていってね、そしてここで仕掛けます。この時ね、球波広げてしまう人がいるんですけれども、できるだけ球波は張ったままの状態、ここを維持するように取りかけるのが基本でございます。そして立つ時はこの手の位置ですね、ここを、目線の位置というのが正しい作法のようです。はい、このように足踏みをしますね。武者系の方は、左足を、踏み開いた後に、真下を見るわけじゃないんですけれども、顔を正面に戻して若干下を向く、下斜め前を向くような感じで右足を整える、踏み開く、
そんな感じでございますね。はい、またここまで来ましたね。湯構えまで来ました。ここまでで射法的には3節ですね。はい、打ち起こし射法4節です。でここから引き分け射法5節ですね。で第3をねしっかりこうやってじっくり構えるっていうのもなかなかいいもんですよ。はい、ゆっくり引き分けてきて回です。射法6節ですね。はい、ここから先ほどと同じように、詰め合いと伸び合い、そして離れに対する気迫ですね。そこの忠実を図りましょう。はい、離れ7節、そして斬新ですね。しっかり斬新も取りましょうね。3秒4秒取って十分だと思います。では足を揃えまして、であとは退場でございますね。こんな感じですね、一通りね。そして今日ねこの動画なんですけれども、お産カメラをね1台しか持ってきてなくてですね、で的前と車上を両方映すことができませんでしたので、20射ねとりあえずやるっていうことで、最初にね打ち込んだ、一手とあと10射ですね、今打ち込みました。そして12射プラス8射、こんな感じですね。というわけでこの日のね最初の道場来たての20射は、18中でした。20射ね、一応9割当たったんですけど、最後ちょっと情けなかったな。でね、あと雇いに行く時ね、今合図したでしょ。こういうの大事なんで皆さん事故ないように気をつけてまいりましょうね。やっておけば危険回避の、材料になりますんでね。皆さん怪我なく弓道を楽しみましょう。はい、ここからまたくどいようなんですけれども大敗です。本座の位置で座ってこのようにやりますね。ここはいつも皆さん見てる通りでございます。3歩行って、このね座るとこなんですけれども、膝頭が、シャイに来るように練習されるといいと思います。初めての方やっぱちょっとずれちゃったりするんでね、気をつけてくださいね。でここちょっと拡大してあるんで、こんな感じでやりますよっていう感じですね。組む、見る、早を取る、戻す、そして早を鶴のところまで送ります。そしてね鶴をね引っ掛けて鶴を押すという感じですよね。はい、こんな感じですね。おっさんね、ここの立つとこちょっとまだ下手くそなんですよね。本当はねこのゆんで肘と埋めて肘がしっかり水平になるのが綺麗なんじゃないかなと思います。やっぱこうなんか大敗がちょっとやっぱり下手くそだなって毎回反省してます。でもね少しずつなんですけれども、よくはなるんですけども、一気にこう変わることっていうのはなかなかないですね。毎日毎日少しずつですね、気をつけた時にしっかり直していくっていう感じで、とりあえずはいいんじゃないかなと思います。でもねちゃんと気をつけてないと治らないからねその辺気をつけて頑張ってまいりましょう。はい、ここから打ち起こしですね。今日のねこのおっさんの射なんですけども、そういえばおっさん今半袖着てるでしょ。この日ねすごく暖かかったんですよ。夕方でもね13度4度ぐらいありましてね、最初来た時にだいぶ引きやすかったので、腕まくって頑張って、乗車してまいりました。今日のこの車なんですけれども、まだちょっと硬さが残るなっていう感じですね。っていうのもやっぱりねカメラを自分に向けちゃうとどうしてもおそらく緊張しちゃって、
なんかいつも通りの射がなかなかできないんですよね。まあいい訓練にはなってるんですけれどもね、なんかこうちょっとね硬いんですよね。いつも通りのこう伸び伸びとした射になってるのかな、いつもこんなんなのかなって考えながら、描写しておりますですね。こうやって反則引いて、この通りですね。また拡大です。そしてこうやって持ち直すときに膝を生かします。ぐっとね。はい。そして弓を立てます。このね、つるが自分の花頭っていうんですかね、自分の中心に来るように、弓を立ててください。で、おっさんここでね、結構弓がこうフラフラと動くんですけれども、できるだけねこれ、動きを抑制できるように、弓を静かにあんまりこう力みをしないでね、力まないで、弓を立てておくといいんじゃないかなと思います。立ちましたね。で物見を入れて踏み開きます。足踏みですね。ここは先ほど申し上げましたけれども、冷射系と武射系で若干作法が違いますのでね、武射系の方はちょっと私武射系じゃないのでちゃんとしたことを教えられないんですけれども、先生方によく聞いて学んでください。はい、この実、物見じゃないですね、これつる調べ矢調べをしたところですね。はい、そして湯構えですね。はい、ここから描写ですよ。こうね、おっさんね、だいぶ取り差しにならないようにね、最近注意しているんですけれども、若干なんですけども、やっと取り差しっていうんですか、取り打ちっていうんですかね、その状態から少しなんですけど良くなったなっていうふうに自分でも感じます。今まで相当治んなかったんで、なかなか難しかったです。こうやってみてもやっぱちょっと回が長いですね。やっぱり24、5秒持っていますね。離れの方はね、ちょっといつもだと調子悪いとね、こう引っかかって迷ったりためらったりして引っかかっちゃったりしてね、ちょっと半端な離れになっちゃったりすることもあるんですけれども、まだそこまでは今回の噴射は行ってないなっていう感じですね。こう横からの射ですね。このね、あとおっさんのこの胴作りですね。いつも言うんですけれども、胴作りの形はね、皆さんそれぞれなんていうんですかね、こう下っ腹に力が入るっていうんですかね、丹田っていうんですかね、それがね効く胴作りでいいと思うんですよ。おっさんはね、どうもこういう姿勢をとると回でよくね伸び伸びできて、離れでブレずにね、離れが出しやすいんですね。ブレちゃう時はあるんですけれども、ブレにくくなるっていう感じですね。おのおの非常にねいい胴作りの仕方っていうのがあると思うので、皆さんもどうやったらねブレずに、綺麗な、自分のすがすがしいね離れが出るのかっていうのを研究なさってみるといいと思いますよ。さあ、ここからお手屋ですね。これね立写でやっている最中でございます。立写でねやるときも八つ貝の時とかは基本的に目線で行うと綺麗に見えますよ。丁寧に見えますからね。こうやって見ると本当におっさんのその腰使いっていうんですかね、やっぱこう反り腰って言われても仕方ないなっておっさんは思ってるんですけれども、
なんかこういう風に弾くとね、気持ちがいいんですよね。なんとか離れまで決めることができましたね。こんな感じですね。おっさんね、よく審査なんかのお手伝いする時もあるんですよ。で、そこでね、無指定を受けられる方で結構よく見るのが質ですよね。こぼれてしまったとか、矢を手からねこぼしてしまったとか結構見られるんです。で、そういう場合っていうののほとんどは弓具のね、点検不足でございます。主にやっぱつるの、つる枕のところですよね。ここの点検をしっかりしていなかったとか、そのはずに合わせてね、太さも決めるんですけれども、そこのところがねうまくいってない、スカスカのまんまでね来てしまったとか、あとはねちょっときつめにしていたつもりだったのに緊張してね、手の内にメテの手の内に力入りすぎちゃってポロンとねはずを押し出してしまったなんていうこともあると思います。緊張してしまってね力が入ってしまったっていうのは仕方がないことなんですけれども、弓具の点検でね質をやってしまったっていうことになると非常にもったいないことになりますので、皆さん審査前にはね入念に自分の弓具点検しておきましょう。おっさんもねずいぶん前に弓具の点検を失敗してね、はずが壊れた矢をね車上に持ち込んでしまってえらい目にあったことがありますもうそれ以来トラウマで、審査会場に入る前にね、必ず弓具のこのはずがついてるかぐらいのねチェックはするようになりました。その弓具の点検一つとね、あとはこうやってね、審査の間っていうんですかね、こうやって大敗やるじゃないですか。大敗の練習っていうのは頭で覚えただけじゃダメなんですよね。っていうのが、結局ね緊張 C の人って私みたいにねどっぷり緊張してしまう、ハマってしまうような人だと頭で考えて覚えたことって、実際にねその本番っていうんですかね、その場に立ってみると頭真っ白になってしまって、その通り動けないんですよね。で二の足を踏んでしまうっていうんですかね、周りをキョロキョロ見て周りに合わせてしまうような、そういう大敗っていうんですかね、その体さばきになってしまいがちです。本当はねこうやって何回も何回もやることによってもう体が自然にその動きをするとね。よくテストの問題ですか、学科の試験で正気体と色体っていう話出てくると思うんですけれども、やっぱりね生きた動きっていうのはその体に身についた動きということでございますよね。ですから、大敗に限ってね正気体でなきゃいけないっていうことじゃなくて、射技の方もね、何度も何度も練習して、それで悪い癖を見抜き良い癖に変えていくっていうような感じですよね。これはもう大敗においても射技においても両方一緒な稽古のもう本当鍛錬ですね。そうで習熟度っていうので体に身についていくもんだと思います。ずいぶん前なんですけれども、弓道を上手になるためには、どうしたらいいのっていうこのものの考え方なんですけれども、昔ですね、ずいぶん前ですけれども、昔って言ってもそんな昔じゃないんですけれども、私お箸、皆さん食事でねご使用になられるお箸の話をしたと思います。要はご飯食べるとき皆さんね箸使うでしょでそれを毎日使っているから皆さん箸の使い方上手になるんですよね。人によっては豆粒をつまんだり米粒をつまんでねなんていうこともできる人もいるじゃないですか。
そしてもしできなかったとしても何回かこう細かく練習するとできたりするじゃないですか。あれと同じなんですよね。だから大敗においてもね、もちろん射撃においても、毎日ちょこちょこ、訓練してる人の方が上手になる可能性は高いんですよね。ですからできればね、弓道を、志す皆様、弓道家の皆様ですね、やっぱ弓道より好きになっていただいて、弓引きてえなっていう風に毎日ねちょっとずつでも思っていただいて、できるだけ射場に出向いてね弓を引いてほしいっていうことと、もしそれがねお仕事とかご都合で叶わないときは、家の中でね、その都市連とかねゴム弓を引っ張ってみようとかね、お金持ちの人はね家に牧原射場を作ってみたり、家に道場を持ってる人もいらっしゃるかもしれません。でそういう風にやってね自分のできる限りのことをやって、努力されてね、でいい癖を身につけられたら本当にそれは素晴らしいことなんじゃないかなって思うんですよ。初心者からまだ始められた人からするとね、私の言ってるような話は多分っていう感じに思っちゃうかもしれないんですけれども、弓道をね一旦好きになってしまうとですね、なかなかそういう感じでございますよ。つるねっていうアニメあるじゃないですか。で、そこに登場する、主人公いらっしゃいますでしょ。で子をね見てると最初早けで苦しんでもう弓道嫌だって言ってね、弓道から逃げ出しちゃった。でもやっぱり弓道が好きで、戻ってきましたよね。やっぱり好きっていうのはすごく大事なことで、そしてね上手になるためにはその好きだっていう気持ちですよね。これが一番大事なんじゃないかなって私も思っております。やっぱり好きは、最高の才能であると本当にそう思います。おっさんもね、ずいぶん前の話なんですけれども、高校生から弓道を始めてね、で大学で4年間、弓道生活をさせていただいて、そこそこのね成績ですよね、出させていただいて、でそのままね社会人になって、一旦弓は置こうと思ってたんですけれども、当時ね国体の、監督さんとかやられてた方から、ちょっとこう耳引っ張られるようにね、ちょっと出れこいっていう感じで、引っ張り出されてきてね、で4年間ぐらいですか、国体の強化選手として、鍛えられたわけなんですけれども、その時はね結構辛かったですよ。なんか弓をね引かされているっていう感じでしたね。やっぱり自分のね境遇に合った弓の取り組み方で私はいいと思いますよ。その中でもね非常に稀な経験をさせていただいたっていう思いはあるんですけれども、その当時ねやっぱり射技もそうなんですけれども、やはり大敗ですよね。お前の大敗は恥ずかしいって本当に言われましたからね。そしてねそこでねしっかり大敗をこう練習させられたわけですよ。もうね弓引いてるの半分、もうあとは大敗とか歩き方とかね座り方、この体のさばき方、もう全部そこで叩き込まれました。もうそれでもね、ダメなものはダメなんですけれどもね、でも大体の基本はそこで教えていただいて、あとはね自分で練習しろっていう感じですよね。でやっぱりね何度も何度も練習して、でいろんな人に見ていただいて、ここはこうだよ、ここはこういう風になったんだよっていうのを教えていただいて、それでね、その通り、直していって、ちょっとは時間かかるけれどもどんどん上手になって、審査なんかでも綺麗な大敗を行うことによって、この人どういう弓を引くんだろうってね、そういうふうに思わせてしまった方が、非常にその後の審査の結果も、良いのではなかろうかと私は考えるんですね。
今回もここまで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画が良かったよと思われた方は高評価、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次回の動画までお元気で。じゃあね。